皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか？マレーシアを拠点にファイナンシャルアドバイザーとして活動しているゆうこです。はい。本日はですね、家族でマレーシア生活をする際に重要となるポイント2つ、住居選び、そして家賃交渉術を私、FP 目線でお話ししていけたらなと思っております。はい。で、マレーシアにですね、海外転職を考えられているご家族は、ぜひとも参考にしていただきたいと思います。で、マレーシア移住をですね、決めた私たち、家族の経験をもとにですね、お話ししていきます。はい。どこの国で生活するにしてもですね、無駄な出費を抑えて、で、貯蓄額、を多くできるか。いかに多くできるか、というのが重要になってきます。はい。貯蓄額を多くすることによってですね、ホリデーに行ったり、外食したり、あとはマレーシアを満喫しながら、で、同時に将来のための、お金を確保、できるようにですね、余剰資金を多く持っておくというのが、かなり重要になってきます。はい。常にですね、どこの国にいても地域にいても考えないといけないのが、お金を増やす、この方程式に関してですね。お金を増やす方程式は一つしかありません。収入マイナスの支出です。はい。で、それが貯蓄額に回せるお金という話になりますね。これ将来のためのお金ですので、明日、明後日、来週、来月に使うようなお金ということではなくてですね。はい。例えば、老後資金とか、あとはお子さんの、大学資金、のお金を確保するという意味でございます。はい。で、こちらですね、毎日生活するのに、かかる主な費用は以下の項目で分けられる、かと思います。で、固定費、変動費ですね、貯蓄、という枠ですね。はい。で、この動画ではですね、支出をいかに抑えるかということで、生活費の大きな部分となる住居費にフォーカスしてお話しします。で、次回の動画では教育費についてもお話ししますのでお楽しみに。はい。で、私がですね、実際にマレーシア移住した経緯をお話ししますと、2018年6月にですね、16年住んでいたニュージーランドからマレーシア移住を決意いたしました。当時子供たちは上の娘が6歳。で、そして下の娘が4歳でした。はい。転職してですね、ケールのバンサー、メナロ UOA に入っている、FP 会社に就職が決まりまして、で、現在でもですね、はい、もちろん海外でご活躍されている日本人の、一般的な、家計管理ですね。あとは移住計画、そして株式投資、多岐にわたるですね、お金のアドバイスをしております。ですので皆さんも必要であればぜひとも声をかけてください。で、また本題に入るんですけれども、気になるね、住居選び、どうやって、家を探したのかという話ですね。私たちの場合はですね、最初の1ヶ月というのは、会社が用意してくれていた、コンドミニアムに住んでおりました。で、マレーシアでの生活基盤を作るためにすべきことっていうのはもちろん住居選びですね。で、あとは一番大切な学校探しです。子供たちの学校探しですね。はい。現地にですね、お友達がいて、住居選びを手伝ってくれる方がいるのであればいいんですけれども、実際のですね、このコンドミニアムの周辺とか、あと雰囲気とかですね、見て回った方がいいというのは、絶対に言えます。はい。でも経験上ですね、到着して、で、マレーシア入りしてですね、1ヶ月くらいっていうのは、どこかのですね、Airbnb を利用するなどして、街中でもいいですよね。はい。で、学校選び、そして、住居選びを、するといいかなっていうふうに思います。お友達のね、価値観だとか、で、ご自身の価値観っていうのは、やっぱ違うことがありますので、やっぱご自身が住むエリア、地域、コンドミニアムになりますので、まずは、1ヶ月ぐらいですね。はい。いろんな場所に行って、で、物件探ししたらよろしいかなというふうに思います。はい。で、我が家のですね、住居選びの条件としてですね、学校、病院、スーパーがですね、コンドミニアムから、徒歩1キロ圏内にあることが条件でした。はい。最初はですね、学校を決めてからの、住居探しだったんですけれども、条件としてはですね、コンドミニアムから歩いて、スーパー、病院、学校に行ける。はい、範囲内で、住居を探したということです。はい、これなぜかと言いますと、理由がありまして、主人は在宅勤務だったので、子供たちに何かあったら、すぐにですね、学校に駆けつけられるように、学校から近い、コンドミニアムを探したいという思いがありました。
で、私に関してはですね、オフィスに行くということであれば、最寄りの、駅にですね、行けばいい話でしたので、私に関しては、グラブに乗ってだとか、タクシーに乗って、最寄りの駅に行くとかっていうのは、全然、抵抗はありませんでした。これに関してはですね、優先順位は、低かったですね。なので、子供優先でコンドミニアムを選んだという話になります。中にはですね、バス、通学を選ぶ、ご家族の方もいらっしゃいますので、これは人それぞれかなというふうに思いますね。はい。あと、マレーシア移住当初はですね、この物件を紹介してくれる、知り合いっていうのはいませんでした。なので、自分でね、探すしかないということですよね。で、ネット検索をもちろん、しましたし、あと、アイプロパティですね。雰囲気が良さそうな物件を、見たり、というところになります。あと、いい物件があればですね、即、不動産エージェントに連絡して、で、その方、一人でですね、車で、回ってくるわけなんですけれども、他の物件も見てもいいかということで、一人のエージェントにですね、はい。で、その方の車に乗って、で、違う物件、アイプロパティで見た物件っていうのを紹介していただくとか、で、あとはネット上にまだ、掲載されてない、不動産などありましたのでね、そこで、コンドミニアムを紹介してもらったっていう経緯があります。はい。で、私たちのですね、住居予算っていうのは、月、10万円以下のコンドミニアムを見ておりました。はい。で、今のね、レートで換算すると、おおよそですね、約3200、リンギットぐらいでですね、はい、目安で見ておりました。はい、家族4人ですので、それなりのね、広さの物件がいいなっていうのはありましたね。で、予算を決めるときというのは、家庭のですね、手取り収入ですよ。手取り収入。税金抜かれた後です。の手取り収入の 25% から30% をですね、相場に決めておくといいかなというふうには思います。はい、家計をですね、やりくりするためには、やはり固定費を抑えることが重要になってきますので、はい、ぜひとも、ね、安い物件と言わなくともですね、はい、ご自身のバジェットに合った物件をですね、相場として25から 30% の相場で決めておくのがいいかなというふうに思います。はい、注意点としてですね、マレーシアの給与というのはですね、最初の6ヶ月、というのは、非居住者枠でですね、税金取られます。これ 30%。ですのでね、結構大きいですよね。あとは、6ヶ月後っていうのは、累進課税制度で、30%、以下でですね、税金、を、納める形になるんですけれども、はい、こちらね、最初、マレーシアに来られた時に、あれ手取りこれだけある計算だったけど、なんでこんなに手取りないのと思われるかもしれないですが、これは非居住者枠、で、税金が課せられているからです。はい。例えば、夫婦の手取り収入がですね、13,000リンギットであるのであれば、これの3割ですので、3,900リンギットになりますよね。はい。家計をですね、圧迫しないようにするためにも、住居、というのは、やっぱ手取りの収入のですね、はい、30% 以下を考えておきましょう。給与によってはですね、手取りの、20% 以下で抑えられる、物件などもあるかもしれませんので、ぜひともリサーチしてみてください。で、低ければ低いほどいいではあるんですけれども、物件がね、あまりにも安いと、やっぱ家の不具合だとか、あと警備の問題とかね、ありますのでご注意ください。はい。あと、マレーシアの住居というのは、1年契約ですのでね、1回契約しちゃうと、住居費は固定費用として嫌でも払い続けますので、物件選びはですね、慎重にしてください。例えばですね、月3000リンギットのコンドミニアムがですね、今まで見た中で一番気に入ったってね、思う方もいらっしゃると思います。その時にですね、交渉術です。はい。この物件すごくね、気に入って来月にも入居したいと思っているんだけれども、もう少し安くできないですかと。いうふうに聞いてみるんですね。で、エージェントの反応を見まして、大家さんに電話してくれるエージェントもいますね。で、交渉してくれると。で、あと交渉は無理と言われることもあります。はい。その場合はですね、残念ですね。他のね、物件ね、あったので、そこで、はい、決めますと。いうふうにですね、もうダメ元で交渉してみましょう。そうするとですね、なんと、
じゃあこの値段で OK ですよとかね、いうことありますので、はい、めげずに交渉してみてください。いかに、家賃、固定費を抑えられるかがポイントですからね。はい。で、マレーシアではですね、コンドミニアム内で、引っ越し、2回経験しております。はい。3500、リンギットって言われていたところをですね、はい。3200、リンギットにしてもらった経験もあります。差額としてはですね、300リンギットかけるの12ヶ月ですので、合計、3600リンギット、約11万円以上のですね、お金が浮くことになります。はい。このお金があったら、もう美味しいもの食べに行けますよね。家賃更新時にもですね、利用できますので、先ほどお話ししたようにですね、いや、この物件すごい気に入っていると。ね、更新したいんだけれども、ちょっとね、お金の事情でですね、これだけ出せないので、これだけでいいですかと、いうふうになるわけですよね。はい。で、大家さんとしてはですね、他の入居者、がいない場合、割引してでも1年間の家賃収入を確保したいという思いがありますので、交渉の余地は十分にあると考えられます。はい。で、コンドミニアムのですね、玄関の前にグリルっていう、鉄格子の、防犯ドアが、ついていないこともありますよね。子供がいるので、防犯用につけてほしいんですよね、と。でも家賃は、交渉した値段でお願いしたんですよね、と。グリルをね、つけていただくことで、今後も、魅力的な物件として入居者がね、借りやすいと思うんですよね。特にお子さんがいる家族は、ってね、言いますと、これで OK 出たりします。はい。何でもね、もう本当交渉という話になってくるんですけれども、今後ですね、住宅選びだったり、あとは、生活情報、教育、情報というところで、ぜひとも、現地にいらっしゃる、ママですね、日本人ママに聞いてみたいということであれば、こちら、私もですね、一緒に主催している、日本人ママ in マレーシアという無料の、プライベートグループがありますので、ぜひとも加入してみてください。はい。次の動画ではですね、家賃よりも上回る可能性のある、マレーシアのインターナショナル学校の学費についてフォーカスしてみたいと思います。はい。こちらに関してもですね、私目線から、はい。独断と偏見で、お話ししていきますので、よろしければ次回も楽しみにしてください。で、この動画が良かった、というのであれば、ぜひとも、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。また、公式 LINE ではですね、限定お金情報、そして海外生活情報なども配信しておりますので、ぜひとも登録のほどよろしくお願いします。じゃあ、それでは皆さん、はい。次回会う時まで。バイバイ。